この度のゴールドマン環境賞の受賞に際しましては、NGO の仲間、国内、海外の NGO の仲間からはもちろんですけれども、政府や国会、企業やメディアの方々、そして親戚や友人なども含めまして各方面からたくさんのお祝いのメッセージや祝福をいただいております。この場をお借りしまして、その皆さんに心からの感謝の気持ちを申し上げます。ありがとうございます。また本日、大変お忙しい中、アメリカのゴア元副大統領、シュタイナー UNDP 総裁、エソップキャンインターナショナル代表、小泉環境大臣、河野行政改革担当大臣、そしてモーガングリーンピース代表にもそれぞれに素晴らしいメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。本来であれば、サンフランシスコのオペラハウスで華々しく授賞式が行われるはずだったということですけれども、コロナ禍ということでオンラインの授賞式になりました。そしてこの大変重たい、盾が自宅に送られてまいりました。本当に重みがありまして、この賞の重みを改めて感じております。また受賞が発表された後、大変大きな反響をいただいておりまして、改めて本当に大きな賞なんだということを実感しておりまして、正直なところ戸惑いもございます。と言いますのも、気候変動の状況は刻々と厳しさを増しておりまして、もはや取り返しのつかない危険な水準に突入するところまで問題が悪化してきているからです。ここまでやってきたことは小さな一歩でしかなく、胸を張れるのだろうかという自問もございます。しかし、この度のゴールドマン環境賞が私たちの活動に意義があって成果もあったのだと国際的な評価を与えてくださいました。この賞が一緒に取り組む仲間たちの希望や勇気になったり、人々の気候変動問題の気づきの機会になるのならありがたいという思いでここに立たせていただいています。この機会に2点お話しさせてください。一つは日本の市民社会、そして NGO についてです。私は学生時代に気候変動に関心を持ってどう関わるか考えた末に NGO を選び、アメリカに行き、以来、人生の半分ぐらいの年数を NGO にこだわり続けてきました。なぜなら気候変動はさまざまなしがらみと経済構造の中にあって、それを変革するためには独立した立場からの監視や提言、世論形成が不可避であると認識しているからでありますし、まただからこそ NGO の仕事が重要であるという確信を持ってまいりました。世界には NGO で働く、そして活躍する仲間がたくさんおり、そうした方々が市民社会に支えられて新しい時代を作る担い手になっています。しかし日本では市民社会が NGO が市民社会の中で NGO が根付いているとはなかなか言い難く、ジェニファーも言っていましたけれども、限られた人材や予算の中で熱意と使命感のあるスタッフが厳しい環境の中で活動してきたのが実情です。20年以上取り組みを続けて育ってきている面ももちろんありますが、今でも NGO は往々にして政府や経済セクターらが握る政策決定の外に置かれることが多く、時には意図して脇に追えられてきたこともあったと思っています。20年以上前にアメリカの政治学の研究者が日本が環境政策で指導的立場に立つには NGO コミュニティが成熟し、多くのシンクタンクが設立される必要があると指摘していました。そうなるよう努力をしてきたつもりですが、その課題はまだ残されたままだと思っています。気候ネットワークの副代表であった須田晴美さんが市民に軸足を置いて社会を捉えてきたことから私は学びを得てきましたが、これからの気候変動問題の解決は市民社会がもっと成熟し、多くの人が主体的に参画し、NGO が十分に活動できる環境が整うことがとても重要だと考えています。ですから、ゴールドマン環境省がこの見過ごされがちな日本の NGO に光を当て、
知らなかった人々にその意義を伝えるきっかけを作ってくださったことは大きな意味があると思っています。2点目は気候変動に取り組む上での石炭問題の重要さです。6月に開催された主要国首脳サミット、G7 サミットでは、石炭火力は気候変動の最大の要因だと書いています。日本でも温室効果ガスの2割以上が石炭火力からの排出で最大の要因です。私たちは福島原発の事故の後に膨大に CO2 を排出する石炭火力発電所がどんどん計画され、どんどん建設されることに挑んできました。最終的には50基にも上った新規計画について、地域に足を運び、住民の方々や弁護士、研究者の方などと連携して変化を作り出してきました。今思えば、気候ネットワークが動かなければ、これまでの17期の計画中止は確かになかっただろうなとも思います。特にここで名前を挙げたいのは、常に思いあうんの呼吸で共有し、東京湾の脱石炭の活動を束ねてきた桃井貴子さん。関西で複数の計画中止の取っかかりを作り、神戸の裁判を支えている山本はじめさん。報道やデータをウォッチし、実態把握を担ってきた鈴木康子さんや伊藤博さん。そしてもちろん、設立時からの気候ネットワークの顔として、そして今は神戸と横須賀の石炭訴訟も引っ張る気候ネットワーク代表の浅岡美恵さんです。その他のスタッフの名前は割愛してしまいますが、ゴールドマン環境省はこの気候ネットワークのチームと連携してきた地域や NGO の皆さんに与えられる賞です。17期の建設中止はさまざまな要因が相まっての結果ですが、NGO の成果だと言われることは日本ではなかなかなかったと思いますので、今回の受賞を気候ネットワーク一同この先の励みにしたいと思います。ただし、現実にも向き合わなくてはなりません。計画の3分の1が中止になっても、残る3分の2はすでに稼働開始したか、建設に入っている状況です。これまでの取り組みは、増やさないことに力を注いできたことにとどまります。今私たちは新規計画を止めていくことから、国内に160基以上ある既存の石炭火力を2030年に全廃することへと軸足を広げています。2030年に全廃することは、気候危機を防ぐために気温上昇を 1.5 度に抑制する上で必要なものであり、国連からの要請でもあります。新規の石炭の建設を止めることよりも、各地で今稼働していて、電気を作っている既存の石炭火力からの移行の方がもっと大きな仕事です。企業や自治体、労働組合、金融機関、市民が一緒に地域の未来を考え、経済や雇用への影響を予測し、未然に対応を図りながら、速やかな変革を進めていかなくてはなりません。これから新しいクリーンな産業と雇用を生み出し、持続可能な地域を作るプログラムをコロナ禍からの復興と合わせて社会問題の解決とともに進めていきたいと思っています。最後にゴールドマン環境省が草の根の環境活動家、アクティビストに与えられる賞ということに触れたいと思います。受賞の写真や動画には抗議する私の姿があります。日本でアクティビストというと少し怖いイメージもあって引いてしまう方もいらっしゃるかもしれません。でも今私たちはこのままでは破滅に向かってしまう人間社会や地球環境のための行動を起こさなくてはならない時に立っています。抗議や提言、連携、協力、すべては変化のためのコミュニケーションです。私たちは政府や企業の問題を指摘し、転換を働きかけてきました。まだまだ不十分な行動の強化を今後も臆せず求め続けていきたいと思います。今日はその政府の小泉大臣や河野大臣にもお祝いのメッセージをいただきました。2050年カーボンニュートラルが掲げた日本は、これから異なるアクターが連携し、協働する可能性を開き始めたと思っています。今回の賞を通じて、私たちの活動に新たな認識が得られ、
これからの主体間連携が新しいステージに入り、脱炭素への行動の加速につながることを心から期待しているところです。どうぞこれからも私たちをご支援ください。また、気候変動を他人事と片付けずに一緒に行動してください。私たち一人一人が社会の構成員ですから、経済システムの転換にできることはたくさんあります。気候ネットワークの私たちも持続可能な豊かな社会を作っていくために引き続き取り組んでいきます。本日はどうもありがとうございました。平田さん、ありがとうございました。